ちなみに私は、まあ、しょんべんも漏らすし、うんこも漏らすよ。最近ってことじゃないけどね。私はね、結構ブラックな会社に勤めてたのよ。高校卒業して、すぐ設計事務所に入ったんですね。で、設計事務所で設計をやってたんですけど、3D で、CAD とかでね。で、まあ、やっぱりその、工期とかがあるからさ、納期みたいな。これで、すげえ残業とか続きで、しかも給料安いし、残業代1時間150円とかで、ゴミみたいな会社で働いてたんね。で、そこで、なんか、身も心もズタボロになってた時、しかも、セクハラめっちゃやばいみたいな、おっさんしかおらんけん。そこで働きよった時に、なんかね、しょんべんを漏らすようになっちゃったの。しかもなんかもうほんまにノーモーションで、スンってもう、普通に歩きよって、チャーみたいな感じで出るようになっちゃったのね。だから仕事中にお茶組みしよる時に、やばみたいな感じで、別にさっきトイレ行ったのにな。それなのに、おしっこポタタタみたいな。まあ、その時、クーってやったけど、まあ、おしっこやっぱりポタタタっていくつかは落ちるくらいの漏らし方をやっぱすんねん。ほんで、仕事終わって、横断歩道歩きよう時に、おしっこチャー漏らして、ほんで、漏れてんなーと思って。で、その時、ローファーで行きよったんやけど、仕事。ローファーの中にさ、ローファーってさ、やっぱ水あんま通さんけん。ローファーの中におしっこ溜まって。で、それをこう、ジャーって流して。ほんで、車汚れたら嫌やなと思って、こう、作業服脱いで、シートに引いて。で、家帰って、家帰って号泣して、もう無理かなってなって、病院行ったらもう鬱だったんやけど、バリバリの。お母さんがもう病院連れて行かなっつって、病院連れて行かれて、鬱だったんやけどな。もうほんまに、ガチで鬱ってやっぱりね、しょんべん漏れんねんな。鬱でしょんべん漏れるようになったやつ多分おると思うんやけどさ。うんこはない。けど、鬱でしょんべん漏れるやつは結構おる。おらん？あるあるある、ほらほら、あるあるある。いや、その、ローファーのしっこ流すときに、すげえ情けないの、やっぱり。なんでこの年になってしょんべん漏らしてんねんやろうな。女なのになーって。なんだろうね。そう、壊れる。マジで。そうそう、あるあるな。ほら、ブラック企業、退社2位と30もあるって言ってるやろ。そうそう、ほんで、うわ、情けな、みたいな。なんでしょんべん漏ら、ヤコタンありがとね。いや、大丈夫大丈夫。もうそれもだいぶ昔に乗り越えたから。もうしょんべん漏らしはな。今だったらもうほんまにそのしょんべん漏らしもさ、ネタにできるくらいやから。そう、ノーモーションでダダ漏れする。なんか、おしっこってさ、おしっこしたいなーっていうんがあるやん。ないんよ。なんもなく、急にピャーとか出てくる。なにみたいな。そう、尿意なしで勝手に出てくる。我慢とかも、いいやもう、みたいな感じかな。ブラック企業で毎日15時間、タイムカードなし、手取り10万円で、限界来た時上司に目の前で、ルーズリーフに退職届がいたら目の前で破られた。それも心が病んでますね。残業代1時間150円だった。もうその会社はまあ潰れたけどな。今はホームページが幽霊のように残ってるらしい。そう。いや、もう尿意戻ってきた時とか、もうそんなんは別になかったもん。仕事辞めたらみるみるうちに回復したからな。仕事辞めてバイトをしよったんやけど、その時は。で、その時にしよったバイトが、ツタヤとラーメン屋と、パチ屋か。3つ掛け持ちでしよったんかな。いや、隠れてないから。コスモ入稿オペレーション1個も隠れてないから。だからまあ仕事辞めたら、まあ私はすぐ治った。ほんまに。で、夢は今でもたまに見るんよ。その会社にさ、もう遅刻とかしたらさ、めちゃくちゃ怒られるわけやん。だから朝私、もう全然寝てないからさ、ギリギリまで寝るんやけど、でも遅刻したくないやん。で、その車の中で遅刻しそうになって、やばい、もう絶対怒られる、これやばい、みたいな感じで渋滞にはまってる夢をよく見る。トラウマなんよな、マジで。で、仕事場行って、仕事中に、わからんことがあって、聞きたいんやけど、聞いたら怒られるから、危険くてどうしよう、みたいな夢とかもすごい見る。で、めちゃくちゃ嫌いな、そのセクハラしてくる上司と、二人きりで、外の現場行かされて、その時に、もう肩とかを抱かれて、うわーみたいな夢も見てた。忘れへんよな。どうしようって。いやね、優しい先輩、みんなな、もう忙しかったし、みんな発給だったからもう私に気遣う余裕なんてなかったのよ。ただ、課長、いつも私に仕事をずっと教えてくれる課長は、まだ優しかったかな。だから、おい、谷、お前、仕事辞めた方がええで。向いてないわ、みたいなことを言って、ひどい感じではなくな。お前多分もっと向いとる仕事があるから、この仕事も辞めといた方がええで、みたいな感じでは言ってくれよった。フラッシュバックした、訴訟。いやまあ、俺たち辛かったよな。そう。高校出たての子もしれない。いい時期はほんまに全ての雑用さされよったし。でもな、高齢者専用住宅で儲けてたっぽいな。水増し請求で社長捕まってさ、新聞デカデカと載ってさ、高飛びしたけん。えぐい儲け方してたと思うよ。社長室にいっぱいロレックス飾ってさ。私は残業代1時間150円で200時間残業して、手取り12万とかで、許さねえ。佐藤だったかな。下戸やで。
出てるやん、代表取締役。そう、こいつが悪かった。辞める時もな、文句言われたしな。でも私も当時は退職代行とかも特になかったし、辞める時は自分でも行って話してなあかんかったから、私鬱なっとうけど、一応最後、ケツ拭こうと思って会社まで行って、社長に字を出して、すいません、体壊したんで辞めさせてもらいますって言ったんやけど、もう最後もクソ言わんみ言われたけんな、ほんまに。人間関係とかそういうのは甘えだから、みたいな。せっかく雇ってやったのに、みたいな感じのことを言われた。200時間の残業は、休日出勤があったの、私。土日休みって聞いとったのに、完成見学会とか言うんでさ、全然出勤させられるんよ。で、週5とかじゃなく週7全然あった。フラッシュバックした、働きたくないでござるわ。いや、土日に来いって電話が来るんじゃなくて、今週出勤な、みたいな。で、どこどこ来てなって言われて、もう現場行って。で、朝から行って、まあさすがに土日は夜8時くらいには終わったけど、高卒で就職はやめた方がいいんですかね。別にやめた方がいいとは言わんけど、悪いとこはいっぱいあるよ。完成見学会黙れ。そうよな、辞める時に言われてさ、やっぱり自分が甘いだったんかな、せっかく取ってくれたとこだったのに、もうちょっと働いてたらなんか変わってたんかな、私がもっと仕事できたらいけてたんかなと思ってさ、ちょっとブルーになったりするよな。それであいつは黄色のランボルギーニ乗ってたからな。搾取されてた。Black company, oh, exploitative, overworking, underpaying in toxic workplaces. So yeah, I've peed myself, pooped too, not super recently, but still. Right after high school, I started working at a design firm, total toxic workplace. I was doing 3D CAD stuff, but we had crazy deadlines and insane overtime. The pay sucked and overtime was like 150 yen an hour, little trash. All old guys, constant sexual harassment, I was falling apart. Physically, mentally, everything. That's when I started randomly peeing myself. No warning, just walking and bam, it's leaking. Like I'd just gone to the bathroom and still it dripped out while I was pouring tea at work. One time I full on soaked myself crossing the street after work. Just stood there like, guess I'm peeing myself. I had loafers on, so the pee just pooled in them, no drainage. Had to pour it out like a bucket. Didn't want to mess up the car, so I stripped off my uniform and sat on it to drive home. Once I got home, I broke down crying, like I can't do this anymore. Went to the doctor, full-blown depression, like serious textbook depression. That moment pouring pee out of my shoes, I've never felt so pathetic. Just thinking, why the hell am I peeing myself at this age? And I'm a woman. It felt like something inside me broke. See, black company burnout, neat 30 says the same. Been there. But with this, no warning. Just whoosh and it's coming out like, what the hell? Where did that come from? It's like you have no control over it, no holding it in, it just happens. That company went under though. Now their website is the only thing left, like a ghost. Once I quit that job, I started feeling better, like almost instantly. Cosmo New Corporation. Yeah, that name's not even censored at all. Nightmares? Yeah, I still get those sometimes. Like, you know how they'd flip out if you're even a little late. So I'd sleep right up to the last second, cause I never slept enough, but I still didn't want to be late. Then I'd have this dream where I'm stuck in traffic, freaking out like crap, I'm so dead! They're gonna go off on me. Total trauma for real. And sometimes I'd dream I got sent to a site alone with that one creepy boss who always harassed me, and he'd put his hand on my shoulder and I'd be like, dream. I can't forget it. That awful sense of dread, like, what do I do? Weren't there any nice seniors or mentors? Nah. Everyone was so overworked and underpaid, they didn't have the energy to care. The section chief, maybe he always taught me stuff, I guess he was still kind.
Like he'd say things like, "Hey Tani, you should probably quit. You're not cut out for this." Not in a mean way, more like gently, like there's probably something way better for you. You should move on from this job. Tanukana gave me flashbacks, I'm suing. But yeah, we've all been through hell. Man, I was just a dumb high school grad, fresh out of school, prime time of my life. And they dumped every chore on me. That company made all their money off senior housing projects, I think. They padded the invoices, got caught, and it was all over the news. The CEO got arrested, then he vanished. Yeah, I bet he made some nasty money. His office was covered in Rolexes. Meanwhile, I was working 200 hours overtime for 150 yen an hour. Take-home pay was like 120,000 yen. Sobs dramatically. I'll never forgive you, Sato. Was it Sato? LOL, whatever. That guy was trash. Total scumbag. Even when I quit, he gave me crap. Back then there weren't any services like quitting agencies. You had to face them and resign in person. I was deep in depression, but I still took responsibility and went to the office, handed him my resignation. And even then, he hit me with the most passive-aggressive bullshit. People problems are just weakness. I gave you a chance, and this is how you repay me. Total garbage till the end. Wait, 200 hours overtime? That's like 18 hours a day? Nah, for me it included weekends too. They said weekends off, but they'd make me work those open house tours and stuff. It wasn't 5 days a week, it was like 7 days a week, constantly. At least weekends usually ended around 8 p.m., I guess. Is it a bad idea to get a job right out of high school? I wouldn't say it's a bad idea, but there's a lot of crap out there. And seriously, open house tour? Shut the hell up! When I quit the hospital, they trashed me over my chronic illness. I cried so hard I couldn't leave the bathroom. Yeah, they really guilt trip you when you leave. You start thinking, was I just being weak? Or maybe if I stayed longer, things would have gotten better. If I was more competent, maybe it would have worked out. It messes with you. And the CEO bought a Lamborghini with that money up, a bright yellow Lambo, straight up exploitation. And the CEO bought a Lamborghini with that money up, a bright yellow Lambo, straight up exploitation. And the CEO bought a Lamborghini with that money up, a bright yellow Lambo, straight up exploitation. And the CEO bought a Lamborghini with that money up, a bright yellow Lambo, straight up exploitation.